こんにちは。こんにちは。天野くん久しぶりじゃん。ね、久しぶりですね。撮るとね。はい。あれ、最近二郎系のラーメンにハマってるらしい。そうなんですよ。二郎系、毎週行ってるっす。毎週休みの日に。体気をつけてね。はい。よし。で、今日は千斗くんがはい新しいバイクを組んだので、ちょっと店に来てもらいました。はい。はい。じゃあ早速だけど、これが一番新しい？そうです。このピンクのやつ、クラストの。うん。なんてやつ？クラストのボンボラをかけるエンビー。あ、なるほどね。ボンボラってさ、前も入荷あったじゃない？そうですね。まあ今在庫ないけど。はい。もうエンビーって名前がついてるから、はい、お察しの方は多いと思うけど、はいはいはい。特徴的、前回のボンボラと比べて特徴的なところはどの辺ですか？特徴的なのはここですね。これフロントフォーク。フロントフォーク。はい。がエンビーっていう。おお。すごいブランドのすごいカーボンフォークにざっくり言うとなるほどなるほどなったっていう、はい、これあれかな、フレームとマッチペイントしてるんだよね。そうですね。普通は単体で買うと、黒しかないですよね。マットブラックアドベンチャーフォークっていう、グラベルロード用、グラベルツーリング用みたいな、いろんな機能が備わってる。そうね。まあこういう3連ダボとかね、ここにフェンダーダボかな、これは。そうですね。あったりするからね。ダイナモライトとかも中通るようになってる。ダイナモライトの配線ですね。中通るようになってるっていう。すごいよね。すごい。これをさ、そのフレームセットで採用するあたりがやっぱりクラストって確かに飛び抜けてんなっては思うけど、あんまり量産系のフレームでないっす。つかないんじゃない？つけないんじゃない？高すぎてね。そうだよね。でまあ多分新車だから語りたいこと多分たくさんあると思うんだけど、もうまたクラスト組んだのかやって感じなんだ。俺としてはね。ご存知の方からしたらそうですね。そうだよね。なんで今までせんちゃんが乗ってるクラスト、他のバイクも比べて、なんか使い分けとかさ、なんかせんとくんなりの考え方とかが聞けたらいいなと思ったので、いいですね。はい、今日はそんな感じでお話ししていきたいと思います。最後にこれも詳しく触れましょう。はい。せんとくんって言ったら僕はこのクラストのロマンサーっていうそうっすね。モデルが一番イメージ強いんですけど、僕個人はね。っていうのも、せんとくんがね入社して、サーリーから次に買いましたっていうのがクラスト1代目ですね。クラスト1代目。多分ブルーラグスタッフの中で一番最初にクラスト乗りますって手挙げてくれたのもせんとくんだったから大好きだったんですよね。僕はすごいせんとくんのイメージって言ったらこのロマンそうなので、僕が喋るよりせんとくんに紹介してもらおうかな。はい。これクラストのロマンサーって言ってウルトラロマンスのフレーム、シグネチャーモデルみたいなやつで、なんかブルーラグ入る前から自転車好きだったんですけど、なんか異様な細いフレームにめちゃくちゃ太いタイヤ入るみたいなチャリがインスタで見つけて、なんだこれはと思って、それで掘っていくとそのクラストのロマンサーっていうフレームだったっていうので、それがブルーラグに入荷するってなったんで、もう自分乗ります。早かったよね。速攻。僕は当時はやっぱなんつうの、まだなんつう今ほど未知のブランドって感じだから、あんましそういうのに行かないタイプなんでそういうなんか探求心とかはすごいなと思って横で見てましたけど、当時もうどんぐらい前？4年ぐらい前はやっぱりさ、こういう黒森フレームで太いタイヤ入ってるなんていう自転車今でこそでよく見るようになったけど、当時は何これみたいな感じで、ちょっとこういうねスレッドフォークでディスクブレーキだったりとか、本当に異様ですよね。そう、スレッドこの辺めちゃくちゃ30年前の仕様なのにこの辺ちょっっと今っぽいみたいなラグドフレームっていうね。そうっすよね。これ乗ってなんかすごいかっこよく乗ってたりとか、すごい気に入って乗ってるのを見て、ちょっとそれで僕はやっぱクラストのバイクっていいんだなっていうのを仲間が乗って思うようになりましたけどね。こいつは今はちょっと通勤用みたいな感じで組み直して、前はドロップハンドルついてたんですけど、ちょっとバイクも増えたんでちょっとなんか使いやすい感じに。なるほど。なんかこういうドロップハンドルとかばっか乗ってると、こういうのって街中乗るの調子いいなって改めて気づいたっす。なるほどなるほど。でも次がまだあるんですよね。
で一回新車は置いといて、新車置いといて、こっちが、はい、こっちが、クラストのライトニングボルト感知ブレーキ、はい、感知ブレーキです。はい。こいつは、なんかだいぶ気に入ってるよね。気に入ってますね。そうだよね。どれも気に入ってるけど、これかっこいいっすよね。かっこいい。これは、いわゆるちょっとフレンチスタイルのランドナーを意識したようなフレームだから、こういうちょっとクラシックな感知ブレーキ、リムブレーキでっていう感じだよね。もうザ・ランドナー、ランドナーっていうキーワードがすごい濃い一台ですね。これドロップハンドルだけど、普段いつ乗ってんの？こういうの楽しみたいライドの時とか、普段乗ったりもダイナモライトついたりとかするんで、なるほどね。ちょっとまた変えようかなとは思ってますけど、いいよね。そのなんかディスクブレーキのバイクが昨今多いけど、こういうなんつうのリムブレーキの自転車をさわざわざ新しく作って出してくるっていうのはやっぱりクラストのなんつうのひねくれた部分じゃないけど、さっきのねロマンサーっぽい部分あるよね。ひねくれてますね。そういうところが楽しいブランドですね。もうブランドの濃い色が濃い。そうだね。ちょっと林道とか行った時にさ、このリムブレーキの不便さを楽しむのも面白いもんね。逆にこのディスクブレーキの車体もいいけど、ちょっとそんなにスピード出てないけど、ちょっと怖いのを楽しむみたいな。うわブレーキ効かないようで乗るのも面白いもん。あんましおすすめしないけど。じゃあいよいよこれがね、新車ね。新車。はい。ボンボラエンビ。お気に入りのポイントとかある？お気に入りのポイント。聞いとこうか。一応バイクチェックっぽく。そうですね。やっぱり前のボンボラ、普通のボンボラの時はどう違います？なんかこう僕ロマンサー持ってたんですよ。だからちょっと近くて距離感がキャラが似てたっていうかがあったんで何もこう思わなかったんですけど、急にカーボンフォーク入ってちょっとこの辺ごつい感じになって、よりこう少し硬い乗り味になったんです。確かに。そうなんだろうなって想像したんですよ。フレームの脳内でフレームが届くようになった時にそしたらもう急にもうちょうどグラベルロード欲しかったんですよね。これグラベルロードっていうジャンルなんですけど、谷さんとか最近よく聞くね。そうグラベルロードとかちゃんとした油圧ブレーキついててみたいなやつ、乗ってるの見てて、いや自分も欲しいなって思ってたところにクラストがもうまさにど真ん中みたいなやつを出してくれたんで、塩ビの方が入ったから前回と比べてちょっとどころじゃないね、値段上がってるからね。値段がそうですね。うちの取り扱いのフレーム単体の中では割とだいぶ高い方だけど、やっぱ結構人気でもうすでにオーダーもいただいてますけど、なんか乗ってのなんか気に入ってるとこある？その乗り味とかで。そうですね、やっぱりリアがこんなに太いタイヤ入るのに結構クラストらしくこう短めだったりとかして、で漕ぎ味はこうさっきも言いましたけどクイックめな感じがするけど、ステアリングはかなり振り切ってオフロード寄りなこう角度、フォークアングルというかね、ヘッドアングルがこう寝てるんでオフロード行ったら調子いいだろうなっていうなるほどね。それは寝てるとどうなの？カーブですごい安定感が出る。なるほどね。こうハンドルこうグラグラグラってなってハンドル取られて危ない目にあったりしないっていう感じですね。確かに僕もさっき乗らせてもらったんだけど初めて乗ってもらいました。そうセント君が今言ったみたいにハンドリングこそはちょっとロードバイクのキビキビした感じはないんだけど、なんつうんだろう、さっきの後ろの説明にもあったけど、もう難しいな、乗り心地はもう本当にそのロードバイクのそれみたいな感じだから、もう本当にグラベルロードってワードが最近よく使われるけど、もうそれを代表するような乗り味っていう感じ。結構これ今 2.25 っていう幅 55mm ぐらいある幅履いてるんですけど、それでもそれを感じさせないような加速感。結構僕がそんなにしっかり乗ってないからあれだけど、しっかりロードバイク乗ってる方が乗っても、このスピード域で納得してくれるような乗り味かなっていう気はしますけどね。ですね。せんちゃんは何で知ったの？僕多分インスタでそのロマンサーを見て衝撃受けてめちゃくちゃ欲しくなって、これが今手に入るのか分かんなかったんですけど、そこからですね、ロマンサーから知って
で掘っていくと BMX ライダーだともともとマットさんっていうせんちゃんね BMX も乗るんでね。あそうなんです、昔からもう10年以上 BMX 乗ってるんですけど、同じようなバックグラウンドがある人で、しかもめちゃくちゃツーリングもヘビーツアラーっていう、もう大陸横断とか縦断とかしちゃうぐらいの何千キロって走るような何千キロですよ。何千キロですよ、ね、想像つかない。そう俺には俺にはで日本にそのマットさんって来た時、あれ千斗君が一緒に一緒にアテンドさせてもらいました。どんな印象の人でした？すごいなんだろう、物静かでジェントルな。意外だよね。なんかこういう結構やんちゃっていうか型破りなフレーム作る方には、すごい賢い人なんだろうなって感じの。だから割となんか破天荒なフレーム作るけど、すごい真面目に自転車のこと考えてる人だなっていう印象は僕もありますね。そうです。ジオメトリーとか多分めちゃくちゃ考えてるんだろうなっていう感じがしますね。どのバイクもジオメトリーめちゃくちゃこだわりを感じるんで。千斗君はジオメトリーオタクでもあるもんね。そうなんです。噛んじゃったけどね。好きなんですよね。別に詳しいわけじゃないけど、ジオメトリー比べてここがこうなってるからこうなんだなみたいなこととか調べるの好きですね。じゃあこれでね、千斗君の3つ、はい、まあ今んとここれが新車だからよく乗る機会が多い。そうですね。なるほど。じゃああれだな、どれが一番お気に入り？3台だったらいやけどあれだよね、これさ、今自転車なんか欲しいだって人これ買っとけば多分間違いないよね。俺今乗って思ったわ。そうですね、間違いないって言い方は語弊あるかもしれないけど、おすすめできるわ。増車とか、なんかちょっと土っぽいバイク欲しいな、スピーディーなバイク欲しいなって方は高いけど、そうだね、これが一番っていうのはよくないか、乗ったら感動してもらえるんじゃないかなって。だからこれ本当乗ってほしいなって僕も今思ったから、もうぜひ試乗できるんですか？できます。代々木公園店。代々木公園店にいれば千斗君のニューバイクが置いてあるんで、ぜひ乗らせてもらってね。乗ってほしいです。難しい質問しちゃったから、今はこれが一番お気に入りですね。気分によって変わるかもしれないけど、3台基本的には3台全部好きだよという感じですかね。こんな感じで今日はおしまいで大丈夫ですかね？ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。勉強になりました。はい。じゃあ千斗君でした。デイさんでした。